皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はフェアレディ Z 祭りということで 432R と同時制作で、このタミヤから再販された Z31 を制作していきます。早速どんな車なのか紐解いていきましょう。世界のベストセラースポーツカーとしてその誕生以来すでに100万台以上の生産を記録している世界の Z。 海外では Z カーのニックネームで呼ばれるほど圧倒的な人気車となったフェアレディ Z でしたが、1978年に入って初のフルモデルチェンジを迎えることに。デビュー以来実に8年10ヶ月ぶりのフルモデルチェンジで、フェアレディ Z はいよいよ2代目にバトンタッチ。1983年9月、フェアレディ Z は生産台数100万台を突破します。その直後の1983年9月16日には3代目 Z が発表され、5年1ヶ月ぶりに2度目のフルモデルチェンジを受けることになりました。230馬力のフラッグシップ3代目フェアレディ Z は初代から続いて搭載されてきた L 型直列6気筒エンジンに代わり、新開発の V 型6気筒エンジンを搭載、全車ターボチャージャー搭載で、スポーツカー Z の名にふさわしい高性能を生み出しています。この V 型6気筒エンジンは 3000cc と 2000cc が用意され、最高出力は230馬力を発生。当時の国産車の中で最大のパワーを持っての登場となりました。海外での大きな人気により世界一の量産スポーツカーに育ってきたフェアレディ Z は、3代目の登場ではいよいよ本場ヨーロッパのスポーツカーにも負けない1台に成長を遂げたのです。早速まずは仮組みから。日産のニュー Z お披露目に合わせて再販されたタミヤのこのキットですが、子供の頃何度も作ったことがあるキットで、記憶をたどるとホイールとタイヤがべらぼうに大きかった記憶があります。パッケージ内容を確認してみたところ、記憶通り極太なタイヤとホイールがお出迎え。まずはこのタイヤとホイールでノーマル時の車高なりフォルムを確認していきたいと思います。足回りから仮組みしていきますが、仮組み時の接着はセメダインハイグレード模型用接着剤とマスキングテープを使い組み上げていきます。セメダインハイグレード模型用接着剤はセメント溶剤ではないので、パーツを溶かすこともなく脱着も容易。プラモの時間には欠かせないマストアイテムです。続いてボンネットを切り落とし、ボディにウィンドウをはめ込んでいきます。こちらの愛は数十年前のキットとは思えないほどの整合性でぴったり。ヘッドライトも取り付け、シャシーと合体。シャシーに取り付ける際の愛も特に問題なくスムーズに組み立てられます。ホイールを組み付け、フォルムをチェック。車高は少し下げたいところ。他にはボンネット一式の塵り合わせが必要だと感じました。それにしても迫力のあるボディは今見ても本当にかっこいいですね。早速気になった点としてボンネット一式の塵り合わせを行っていきます。仮組みをしてみるとボンネットの両サイドがどうも隙間が空きすぎていて気になる点。もう一つはボンネットとボディの高さが不揃いな点。ここを改善できればよりリアルになると思いました。まずは高さから調整していきます。エンジンフード側についている受けをカットしたところちょうどいい高さになりましたが、運転席側のサイド部分がどうも盛り上がっている様子。そこでシャシー側のエンジンフード内ショック固定部を紙やすりでガシガシ削り込み調整していくことに。これでちょうどいい高さになり、ボディとボンネットの高さ問題は解消です。次に隙間ですが、こちらはエバーグリーン製の 0.1mm のプラ板を
ボンネットサイドに接着し、ボンネットとプラ板の段差にはパテを盛り付け、そして紙やすりで削り込み解消していきました。これでボンネットの調整は完了です。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで 0.15mm の刃を装着したものと 0.2mm の刃を装着したものを使い分けています。 0.15mm は全体的な筋彫り、 0.2mm はドアやボンネットなどの開閉部分に使用し、筋の太さを分けることでリアルさが出るよう調整しています。リアルな完成度を追求するにあたり、パーツそれぞれに対し筋を入れておかないと塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、そうならないためにもしっかり丁寧に彫っていきます。といってもあまり深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に、筋を入れる際ブレードが筋からはみ出しボディに傷がついてしまわないよう慎重に彫っていきました。続いてこの矢印部分のパーティングラインを消す作業となります。メーカーの製造過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているため、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリです。これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響を与えることに。パーティングラインの確認方法としては、大体のカープラモデルは真上から見た際縦一直線に入っている場合が多く、実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては320番から800番程度のペーパーヤスリでボディ全体にあるパーティングラインを水取りで取り除いていくのみ。作業時の注意点としては、キットによっては細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意が必要となります。他にも前後バンパー周辺やボンネットと A ピラーが交差する箇所、特に前後バンパー周辺は頑固なラインが形成されていることが多いので、根気よく処理をしていきます。続いてボディの調整加工です。まずはバリ取りから。パーティングライン同様、モールドされたボディラインにはバリがありますので、それらを取り除きリアルさを追求。フェンダーアーチ内側やサイドスカート下、テールパーツ取り付け部、他にもウィンドウモール内側のバリを紙やすりで取り除いていきました。ボディのドアなどにモールドされているキーシリンダーはアトラーズネストのブラインドリベットヘッドを取り付けていくので、 0.8mm のピンバイスで穴を開けていきます。左右ドアとリアパネル部分、そしてハンドル取り付け部分に穴を開け加工完了です。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボブラックを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサフェーサーを拭いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。
いかに下地処理の段階から滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階からこの表面を意識しておくと、後々表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、作業時間を短縮でき効率が上がります。サフェーサーを拭き、パーティングラインや傷も消え、綺麗なボディラインになったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。